ちょっとかなりなんだろう、光の加減なんかライティングがやばいんだけど撮ります。はい。今日お休みでなんだっけ、池田良二のインスタレーションを見に行ったんだけど、その後ちょっと気になってたお店、コーナーショップっていう天ぷら駅にあるなんかこうなんだろう、グロセリーストアとカフェがくっついたみたいななんか複合施設に行ったんだけど、めっちゃ混んでて、なんかコーヒー飲みたかったんだけど全然飲めなかったんで、こんな感じで今コーヒー飲んでます。このコーヒー豆は見せるね、めっちゃ可愛いの、パッケージが。見て、ちょっともう開いてるんだけど見えるかな。そう、可愛くない？ダークアーツコーヒーでした。はい。こんぐらい入って、10ポンドぐらいだいたい、1000円ぐらいのノリで買ってますけど、このねダークアーツコーヒーは美味しいし、なんかお店もなんだろう、なんかちょっとパンクな感じ、わかりやすく言うとなんかクロムハーツみたいな感じなのなんかねすごいユニークだから、なんか気になる人、近くに住んでる人がいたら行ってみてください。池田良二のインスタレーションはなんかやっぱすごい良かったです。最近私推し守るづいてるというか、なんかこう結構読んでる本も終わりが来るまでは全てが永遠っていうね本を読んで、結構なんか今サイバーパンク的な世界観に結構影響を受けてて、今そういうムードなんですねなんですごいそういうのも相まってなんか良かったですね。そうね、最近そうなんか別に特にこう話したいことがあるわけじゃないんだけど、近況話そうかなと思って。そうなんかもう気づいたら1月下旬なの、やばいよね。そういやー、そうだから私はもうあと多分4ヶ月ぐらいなのね。なんか気づいたらそうもう残り4ヶ月とかでもうびっくりしてるんだけど近況はだからそう残りのロンドン生活をかなりこう楽しむぞっていうか、悔いなくっていうのはねやっぱ難しいとは思うのね。やっぱやりたいこととかあげたらきりないし、でもなんか前の動画でも話したようにドイツベルリンワーホリをかなり考えてて、一回ロンドンに来ることもできるじゃん。だからなんかすっごいなんかもうこれで永遠のお別れみたいな感じには思ってないけど、やっぱりこうやってねまとまった期間過ごすのはもしかしたら最後かもしれないから、毎日ちょっとしんみりしてますね。で近況で最近はねなんか週4ぐらいでバレエに行っててめっちゃ楽しい。1年目の冬はそこまでなんか気分が落ち込むとかなかったんだけど、2年目今年はなんかちょっとこうなんだろう、やっぱ慣れてきたからこそで、一人で暮らしてるじゃん。シェアハウスだけど、でなんか友達もすっごいいるわけじゃないから、なんか結構ね職場との行き来になっちゃってて、生活が。で天気悪いとなんかその美術館とかさギャラリーとかもあんま行く気にならなくて、なんか気持ちが沈みそうだなって思うことが結構あったんだけど、やっぱりそういう時に体を動かすのはめっちゃいい。そうメンタルに。あとはなんか踊ってる最中、体を動かしてる最中って何も考えなくていいからすごい頭を空っぽにできるし、で終わった後なんかこう心地いい疲れに包まれて寝れるし、でやっぱりなんかそのなんだろうな、なんかそのバレエをちょっとでもこう上手くなりたいとか、自分の体の使い方を知りたいっていうなんかそのシンプルな欲求なんかそのすごくピュアじゃない？なんかもっと足を高く上げたいとか、もっと回れるようになりたいとかね、もっとリズム音楽に乗りたいとか、そういうなんかピュアななんかこう願い、ピュアな欲求があるのってなんかすごく生活にね、生活上にそういうなんか心を燃やせるものがあるのはなんかすごいね楽しいなって思いますね。そうだから何でもいいんだけど、なんかもし海外生活しててなんか気持ちが沈むなとかいう人とかは何でもいい、体を動かすのはめっちゃいい、なんだろう、一つの解決策になるかもしれないので、なんかトライしてみるといいかなって思いますね。あとはなんだろう、近況あとね、そう伝えたかったのはなんか最近インスタを全然開いてなくて、なんか開くの10日に1回とか言い過ぎ、1週間に1回とかで、それも、なんかパソコンから見るようにしてて、そのインスタを開かなくなったきっかけはなんかなんかやっぱり私インスタ無意識に開いちゃうことが多くて、で開くとなんか永遠にリールとか見ちゃうのね。で気づいたらもう1時間とか余裕で経ってるの。なんか普通になんか無駄じゃんって思って、で自分のそのなんか人生を振り返った時に、ちゃんと振り返れてるか分かんないけど、インスタから得てる情報、なんかインスタから
得ている有益な情報っていうのがなんか私の生活上あんまりないなっていうことに気づいて、例えばなんか服を買う時も私はインスタから見つけたブランドで服を買うことあんまりなくて、インスタってねなんかこう新しいものをディグるっていうか発見する時はいいかもしれないんだけど、なんか私は別にでも服とかも結構ウィンドウショッピングとか街歩いててなんかフラッと入ったお店とかなんか見かけて気になったお店とか、そうあとはやっぱり本雑誌とかウェブメディアを読んでて誰かの書いた記事を読んでなんかわーこのブランド素敵だなとかわこの新しいアイテム気になるなとか可愛いなとか、なんかやっぱり私は結構文字とかを結構重要視するタイプ。そうあとはまあ実際に見たりとかね。だから画像だけ、インスタってまあ基本画像だけじゃあんまりみんなキャプションはないと思うから、そう画像だけで何か買ったりとか何か行ったりとかっていうのはあんまりないかな、っていうのに気づいて、なんか結局やっぱりそう文字なんだよね。私は結構大事だな、自分にとって大事だなって思う、ツールっていうかメディアが。そうだからそうなんかじゃあインスタいらなくないと思って開いてないの。1週間に1回ぐらいしか。全然いい、全然支障なくて、割とメンタルも良くてね。友達のストーリーとかもさなんか結局あるから気になるだけで開かない。要はなかったら別に何も思わないわけ。別にすっごい大事な人だったら会って話せばいいし、会えないんだったら電話すればいいし、なんかやっぱでもその分私は本読む時間が結構増えたなっていう感じ。それはすごく嬉しいし生き生きしてる感じがする自分がそうだからそうもちろんね人それぞれだとは思うんだけど、なんか一度トライしてみるのおすすめです。はいそう結構ねいいメンタルに。そうだから今考えてるのはなんか私インスタ上で結構アートノートっていうなんか行った展覧会とか気になる作品とかの感想を載せてるアカウントがあるんだけど、やっぱりインスタって画像を見せるその写真のメディアだからあんまりやっぱ文字を読ませるメディアじゃないと思うのね。だからニュースレターとかに移行しようかなって思う。そうニュースレターとかだったらメールって形でねみんなに届くからなんか一個やってみようかなっていう感じ。てか一回やったことあるんだけどね、太古の昔に。そう終わってます、それはもう更新が。なんで別のやつでそうサービス使ってみようかなって、サブスタックにしようかなと思ってるんだけど、そうそんな感じですかね私生が。近況あとは何かあるかな。でもめちゃくちゃ寂しい。もうそろそろ終わっちゃうんだっていうか、なんか一日一日をさ大切に生きようとか思ってもやっぱ難しいよね。日々生活とか仕事とかある中でなんか疲れたってなって今日は今日しかないんだっていうことを感じづらくなるというか、やっぱりルーティーンだからさ仕事とか生活とかってそれはすごい美しいことではあるとは思うんだけど、でも日本に帰るのも楽しみです。そうやっぱ長くね会えてなかった人とか友達とか、行きたいところとかもあるし見たいところもあるし、そうだから日本に帰ることもワクワクしてます。でもやっぱベルリンに行きたいそうでもすごいワクワクしてる自分が嬉しいですね。そうこの前来た時と今で一番変わった変化は何だろうって考えた時に、その直感を結構大事にするようになったなと思って、昔も多分直感っていうのは割と持ってたし大事にその時の自分なりに大事にしてたとは思うんだけど、今はその直感に従ってちゃんとそれを行動に移すことが多くなったというか、実践が多くなったっていうのかななんかそれは結構大きな変化って言えるかな。私はだから昔はもっといろいろ考えてこういうね生き方はなんか不安要素が多いとか、なんか生活していけるのかわからないとかいろいろ考えて世の中の価値観に従って自分の次の行動を決めてたかなって思うんだけど、今はこれワクワクするし楽しそうだからやろう、でじゃあそれをやるためにこれが必要だみたいな、そういうプロセスで今は行動に移してるかなっていう感じだから、ベルリンワーフルとかもなんか直感的に住んでみたい楽しそうって思ったから、じゃあそのためにこれこうするとかね、そういう感じ。直感的にピンときた方向に進むためにじゃあどうするのかって自分の次のステップ、直近のねステップを決めていくっていうか、
だって先のことなんて分かんないじゃん。その頭で考えても合理的に理論的に考えても分かんないから。だってまだ起こってないんだもん。ただその先のこと起こってないからこそすっごい可能性があるわけで、だからその中からじゃあ何かを選ぶっていう時、幸運にも選べるので、選ぶってなった時に直感を選ぶかなっていう感じ。生活しててなんかこうピンときたもの、そういう方向に行けるようなステップを積み重ねていく感じ。まあでも本当私はあんまり考えすぎると良くないタイプなんで、はい、直感ですね。ロンドンに来て良かったこと、まあまだ4ヶ月あるけど、そうね、まあ、直感を大事にするようになったっていうのと、あとはやっぱり実際に会うことの大切さっていうことの大事さ、対面っていう大事さはすごいなんか思うね。まあイギリス、そのスモールトークをね結構大事にするカルチャーがあると思うんだけど、そういうのもやっぱそういうことに気づかされたっていうか、実際に会って話すっていうことの尊さ一期一会感。誰かが言ってたんだよなあ、そう、言うのこれから動画内で、誰だっけ、キキキリンの娘さんがなんかその人間はその言葉から得られてる情報は3割みたいな、だから 30% の情報量しか得られないらしい。だから言語からは、だからそれ以外の雰囲気とか表情、目つきとか、なんかその五感だよね、そういうのを使ってほとんど情報を得てるらしいの、人間は。なんかね、それを聞いてハッとしたっていうか、そうだよねと思って。なんか私はあんまりメッセージとかが得意じゃなくて、何考えてるかわからないのね。まあ人間何考えてるか大体わかんないけど、なんかもっとわかんなくなるっていうか、あんまり好きじゃないんだけど、実際にその場に行くとか、実際に話すっていう、自分の体をその場に置くことの大事さっていうのは、なんかまあ今の仕事、ショップアシスタント仕事とか、まあロンドン来てからなんかすごく経験としてね分かったことかなっていうのは思います。はい。なんですっごいなんか50年前ぐらいの考え方なんかちょっとうるさいわね、もうこれも恋しくなるんだろうけど、そう考え方に戻ってるような感じはするんですけど、はい、そんな感じです。はい、ちょっといっぱいわーって喋っちゃった。またね、バイバーイ。